こんにちは。今回はコットンの太めの糸を2色使って模様編みを紹介します。太めなコットン糸ですので、作り目だけは8号のかぎ針で編みます。作り目は奇数で編んでください。今回は11目の鎖編みを編みます。11目の鎖編みを編みました。ここでかぎ針を7号に取り替えて模様を編んでいきます。最初は細編みの立ち上がりの鎖編み1目を編みます。鎖編みを編んだ根元の鎖編みの裏山を拾います。この裏山を拾って細編みを1目編みます。細編みを1目編みました。次は細編みの2目一度を編んでいきます。今、細編みを編んだ同じ目に未完成な細編みを編みます。糸をかけて引き出します。ここまでが細編みの未完成な形です。次の鎖編みの裏山にも細編みの未完成な目を編みます。裏山に針を入れて糸を引き出します。これで未完成な細編みが2目あります。糸は全部で3本あります。これを一度に引き抜いて細編みの2目一度を編みました。これを繰り返していきます。今編んだところに針を入れて未完成な細編みを編み、次の鎖編みの裏山に未完成な細編みを編みます。そして針にかかっている3本の糸を一度に引き抜きます。これが今回の編み方です。次も今編んだ同じところに未完成な細編みを編み、次の鎖編みの裏山に未完成な細編みを編んで、すべてを一度に引き抜きます。これを繰り返していきます。細編みの2目一度を編んできました。ここが最後のところです。今編んだところに1回、そして最後の鎖編みに1回針を入れて、細編み2目一度を編みます。これで1段目が終わりました。次は2段目です。2段目は鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。段の最初は細編みを1目だけ先に編みます。細編みの頭の2本に針を入れて細編みを1目編みます。次からは2目一度を編んでいきます。今細編みを編んだところにもう1回針を入れて未完成な細編みを1目編み、次の目の頭の2本を拾ってここに未完成な細編みを1目、そしてすべての糸を一度に引き抜きます。ここからは同じように今編んだところに未完成な細編み、次の目に未完成な細編みを編んで一度に引き抜いてここまで編んでいきます。2段目の最後の方です。未完成な細編みを1目編み、次の目に未完成な細編みを編んで2目一度にしました。2段目はこのような模様です。次は最後のところです。最後はここが1段目の最初に細編みを編んだところです。ここにも1目入れます。今編んだところに未完成な細編み、そしてこ
こが1段目の最初の細編みの頭です。細編みの頭の2本を拾って未完成な細編みを編み、これを一度に引き抜いて、これで2段目が終わりますが、3段目は糸を変えますので、2段目の最後は今まで編んできた糸を針の上にかけてから、次は白い糸に変えて、ここで白い糸を引き抜きます。これで2段目ができたことになります。糸が白い糸に変わりました。次は3段目です。編み方は同じで、鎖編み1目を編んだら編み地を裏返します。次も最初は細編みを1目だけ編みます。細編みを1目編んで、次は2目一度編んでいきます。今編んだところにもう一回針を入れて、未完成な細編みを1目、次の目に未完成な細編みを編んで、すべての糸を一度に引き抜きます。編み方は2段目と同じ編み方です。細編みの2目一度を編んでいきます。今編んだ目に未完成な細編みを編み、次の目に未完成な細編み、これを引き抜いて、ここまで編んでいきます。白い糸でここまで編んできました。次は今細編みを編んだところに未完成な細編み、次の目にも未完成な細編みを編んで、これを一つにまとめます。そして最後のところはここと次は前段の細編みを編んだところです。頭2本を拾って糸を引き出して2目一度にします。これが3段目の編み方です。4段目も同じです。4段目は同じ白い糸で編みます。鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。最初の目に細編みを1目編みます。次は今細編みを編んだ同じ目に細編みを編んでいきます。未完成な細編みを1目編み、次の目に未完成な細編み、そしてこれを一つにまとめます。今編んだ目に未完成な細編み、次の目にも未完成な細編みを編んで一つにまとめる、この編み方を続けます。ここが最後のところです。最後のところは今編んだ目と最後の前段の細編みのところに針を入れて、そしてここでは白い糸を針の上にかけてから1段目の青い糸で引き抜きます。ここで糸を変えます。次はこの青い糸で編んでいきます。鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。こちら側はこのような模様ですが、裏を返すと楽しい柄になっています。段の最初は細編みを1目編んでから、次は同じところに未完成な細編み、次の目に未完成な細編みを編んで2目一度を繰り返していきます。ここが最後のところです。最後も今編んだところと前段の細編みのところに未完成な細編みを編んで、これを一度に引き抜いてこの段が終わります。
5段目までができました。次も同じ編み方です。最初は細編みを1目だけです。あとは今編んだところと次の目に細編みを編んで2目一度を繰り返していきます。編み方は毎段同じ編み方をしますので編みやすいと思います。今回はコットンの糸を使いましたが、ふんわりと暖かい毛糸で編むとまた違った感じになると思います。同じ編み方を繰り返しますので、大きなブランケットなどを編む時も編みやすいと思います。面白い模様ができてきます。ここが最後のところ、そして最後のところはここが細編みのところです。そしてここでまた白い糸に取り替えます。2段ごとに糸を取り替えて今回は編んでいます。糸を取り替えることでこのような面白い模様が出てきます。そしてこちら側は2段のボーダー柄になりますが、編み地は少しポツポツとした凹凸のある編み地になります。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。